いやー、参っちまったね。あ、英語でそうか、始まるよ。イェイイェイイェイ。皆さんこんにちは。今日は創価学会の大聖堂のご紹介をします。ちなみに大聖堂は大聖堂ではなく大聖堂です。大聖堂って言ったら若干西洋風味が強いから大聖堂と付けられたわけではありません。それでは創価学会の大聖堂とは何のためにあるのかを一緒に見ていきましょう。ワン、ツー、スリー、ダ世界中から集まってくる場所を時としてメッカ、聖地などと言われます。私たちの大聖堂もなんとなくそんなありがたみを受ける場所だとイメージしてしまいがちですね。この大聖堂にはどんな意義があるのか、アメリカ創価学会 SGI USA が発行しているリビングブディズムに詳しく載っていましたので、ちょっと覗いてみましょう。ワン、ツー、スリー、ダ The SGI's departure as the world religion for the sake of the people is implied in the name of the whole, which in Japanese is Kosenrufu Daiseido. Dai is a great, Sei is a thou, Do is a whole. Typically, the character Sei, meaning sacred, is used in the word Daiseido, meaning cathedral. President Ikeda, however, chose the alternative character for Sei, meaning bow. The use of the character for bow in the name of this new hall suggests there is a place for each person to make a personal vow for Kosenrufu rather than seek salvation from any outside source. This hall serves as a place for us to refresh our personal vow for Kosenrufu based on the profound example of the three founding presidents, a place where we can pray to do our human revolution and transform our karma based on our unshakable commitment to this vow. Ultimately, faith is found is a great desire for Kosenrufu, and making a vow is a starting point for developing a life of indestructible happiness and a good fortune. The whole of the great vow for Kosenrufu is the Grand Assembly Hall for the common people, an invincible fortress overflowing with the shared victory of the mentor and disciple of Soka. どうでしたか？なんとなく知っていることをこの記事ではちゃんと意義を説明しているところが素敵ですね。創価の大聖堂は一人一人が聖願を立てる場所です。綺麗だなぁと鑑賞しに行くというところではないということです。記念に聖地に行くという意味ではなく、決意する場所ですよとこの記事は伝えています。これを読むと法華経28本の物語の最後の部分で仏が最終的に何を伝えて終わっているのかにつながってきますね。この言葉を聞いた後、その説法の場にいたすべての者たちがこの言葉を受け止め、そしてそれぞれの地に帰っていきます。それがこの有名な陶器音号灯如経仏になるのです。これゆえに普賢よ、もしこの経典を受持する者を見るなら必ず立ち上がり、遠くから迎えるべきであり、まさに仏を敬うようにすべきなのです。仏が法華経で一番最後に伝える言葉とは何か、それがこの8文字であり、この法を保つ人々はこれから保つ人にどうすべきかを伝えています。このことについて日蓮大聖人は弟子にこのように説明していると残されています。音菊伝を見てみましょう。この本の時、最上第一の総殿あり、釈尊8カ年の法華経を8時にとどめて末代の主上に譲りたもうなり、8時とは陶器音号灯如経仏の門なり、この門までにて経は終わるなり、灯の字は未来なり、
当期恩号とは、必ず仏のごとくに法華経の行者を敬うべしという経文なり。釈尊が8年間説き続けてきた法華経をたった1文字で要約すると、未来に現れる法華経の行者を仏のごとく敬いなさいということになる。妙法授事の人を最大に尊敬し大切にすること、この教えこそ最上第一の総伝であると述べられているのです。仏師を尊敬する、人間を尊重する、この振る舞いの中にこそ仏法の真髄が脈動するということです。どうでしょうか。大聖堂の意義が少し見えてくるのではないでしょうか。そしてこれが大聖堂に行けば出迎えてくれる8本の柱の意義へとつながっていきます。この高仙府大聖堂の北側、南側にはそれぞれ8本の柱が立ち並んでいます。この柱は必ず仏のごとくに法華経の行者を敬うべしという法華経の心、創価の心を対した8文字、当期恩号等如経仏の象徴です。大聖堂の8本の柱は晴れの日も雨の日も厳然と立ち、自由の法有の奮闘をたたえるように来館される方々をお迎えしているのです。釈尊から大聖人、そして創価学会に最上第一の総伝として確かに継承されているのが当期恩号等如経仏の実践です。荘厳な建物はともすると何かを誇示するように見えがちです。でもそういうことではなく、荘厳な建物は大聖堂の栄光をたたえるためにではなく、高仙ルフを決意しゆくあなたをたたえるために建てられているんですよということ。ここが見えないと、あの大聖堂の持っている深い意義が荘厳さに隠れてしまいますね。またこの仏の言葉8文字は弟子の誰かが言った言葉に対しての返答です。つまり何を最後に弟子が言ったのかを知ることで、釈尊の弟子たちが壮大なスケールの物語法華経として後世に残そうとしたのかという意義にもつながっていきます。これが誓願のこの言葉。世尊よ、私は今神通力をもってこの経を守護し、如来の滅後において演武台の中で広く流布させて断絶はさせません。法は保つ人が伝えていかないと広まらない。強い意志を持つ者が同じく強い決意に立つ者を仏のごとく迎え入れていく。この幸福の流れに誇りを持ち、世界から集い合う場、高仙府大聖堂はあなたを強い決意に立つ者を出迎えてくれるのです。世界中の創価ファミリーに敬意を表して、それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語で創価でした。またね。